チョンスンワンフの父、キム・ハングはノロンパの一員で、娘が王妃に選ばれたことで、一族が出世していきます。ところが、サドセジャの妃側の勢力と王妃側の勢力が政治の場で激しく衝突するようになります。キム・ハングはホン・イナンやキム・サンロたちと結託してサドセジャを攻撃しました。一方、チョンスンワンフ本人は表立って行動することはありませんでしたが、実家のノロンパを擁護し続けました。彼女はサドセジャを内心では嫌っていたのに対し、チョンジョはサドセジャを慕い続けていました。この両者の秘めている思いの対立が彼女とチョンジョの確執を生んだのでしょう。当時17歳だった彼女には血縁関係のないサドセジャよりも実家を守りたいという思いがあったと考えられます。ドラマイサンでは悪役として黒幕のように描かれていましたが、実際には目立った行動をしていません。晩年の四女はセソンであるチョンジョに代理調整を命じます。これによりサドセジャを陥れたノロンパの人物たちは恐怖を抱きます。チョンジョが即位すれば、父サドセジャの恨みを晴らすために報復されると考えたからです。そのため彼らはチョンジョの命を何度も狙いましたが、すべて失敗に終わりました。父のキム・ハングはチョンジョが即位する前に亡くなりましたが、兄のキム・ギジュはホン・ボンハンと対立し失脚させようとしました。しかし外祖父であるホン・ボンハンを守りたいチョンジョはヘギョン郡の病気のお見舞いに来なかったとしてキム・ギジュを流罪にします。その後、キム・ギジュは流刑地で病気で亡くなりました。この出来事でチョン・スンワンフとチョンジョの確執はさらに悪化しました。チョンジョが即位するとサドセジャを陥れた者たちは次々と処罰されましたが、チョン・スンワンフは罪を問われませんでした。彼女の一族はサドセジャを陥れた張本人ですが、彼女自身はそういった動きをしていません。その後、彼女はしばらく静かにしていましたが、チョンジョが体調を崩し、病に伏すと、再び動きを見せ始めます。この続きについては、また後ほどお話しいたします。サドセジャの家系図を見ていきましょう。父、ヨンジョによって贈られた名前がサドセジャ。息子、チョンジョによって贈られた名前がチャンホンセジャです。性質はヘギョン郡本氏。
亡くなってから贈られた名前がホンギョンワンフです。長女は第二子です。兄のイソセソンは2歳で亡くなりました。側室ソクピンイム氏との間には2人の息子が生まれました。ウノン郡とウンシン郡です。キョンビンパク氏との間に生まれたのがウンジョン郡です。この後、花編みの作り方の資料を表示しますので、スクショなどでご活用ください。長女はサドセジャと正室ヘギョン郡の間の次男として生まれました。彼にはイソセソンという兄がいましたが、2歳で亡くなり、その同じ年に長女が誕生しました。幼い頃から非常に聡明で、祖父四女を大いに喜ばせたようです。7歳の時、セソンに確立されました。しかし、10歳の時、父であるサドセジャが米びつに閉じ込められ、命を落とすという悲劇が起きます。サドセジャはチャンギョン郡に、四女はキョンヒ郡に住んでいました。父子は別々の離宮に住んでいました。母ヘギョン郡は息子を四女の住むキョンヒ郡に移すことを懇願しました。こうして母子は離れ離れになりましたが、長女は祖父四女のもとで生活することになりました。12歳の時、溶接した叔父、ヒョジャンセジャの養子とされました。これはノロンパの臣下たちが罪人の息子には王位継承資格がないと主張したため、形式的に取られた措置でした。ちなみに、ヒョジャンセジャは四女の長男で、わずか9歳で亡くなっています。そのため、長女が彼に会ったことはありません。23歳の時、祖父四女に代わり代理調整を始めます。そしてその翌年、四女が世を去り、24歳で即位しました。即位式で長女は次のように高らかに宣言しました。私はサドセジャの息子であると。この一言には、それまで心に秘めていた父への深い思いと、その名誉を回復しようという固い決意が込められていました。同時に、それは父を陥れた者たちへの報復を予告する言葉でもありました。長女は父であるサドセジャの名誉を回復するため、養父ヒョジャンセジャに
陳正という病号を送り、実の父、サドセジャにはチャンホンという尊号を送りました。長女はサドセジャに王様の称号を送りたかったと思いますが、ノロンパに反対されできませんでした。そして父を陥れた者たちを次々と粛清していきました。一人目、本イナン。大叔父でありながら、自身の保身のためにサドセジャを陥れ、長女の代理調整に強く反対した人物です。流罪となり、その後、刑が執行されました。二人目、チョン・フギョン。叔母であるファワンの手先として暗躍した人物です。彼も流罪となり、刑が執行されました。三人目、ファワン恩樹。叔母であり、サドセジャを陥れた中心人物の一人です。恩樹の称号を剥奪され、平民に降格された上、流罪となりました。以後、チョンチョと呼ばれましたが、61歳で罪を許され王宮に戻り、70歳でこの世を去りました。4人目、ヘスギムン氏。祖父、四女の側室であり、サドセジャの行動を誇張して告げ口していたと言われています。廃位され、王宮を追放されました。その後、ムニョと呼ばれるようになり、四女の国葬後、長女の命令によってその命運がつきました。しかし、彼女が産んだ娘たちについては、長女は罪はないと判断し、恩樹の称号は維持されました。5人目、キム・サンノ。長女即位前に流罪となり、この世を去った人物です。ヘスギムン氏と結託し、サドセジャを陥れた中心人物とされています。即位後、長女は彼の官職を剥奪し、彼の息子や兄弟も流罪としました。6人目、本ゲヒ。本イナン、キム・サンノと共に、サドセジャの悪い行いを誇張して四女に伝え、四女とサドセジャの対立を煽りました。長女の即位前に亡くなりましたが、彼の官職を剥奪しました。7人目、ホンボンハン。母方の祖父で、米びつ事件を阻止できなかったものの、孫である長女を支え続けました。長女は彼の処遇に迷っていましたが、ホンボンハンは66歳でこの世を去りました。8人目、キム・ギジュ。義理の祖母にあたるチョン・スンワンフの実の兄で、長女の外祖父であるホンボンハンを失脚させようとしたことから、長女の敵とみなされ、流罪となり、10年後に流罪先で病により亡くなりました。